皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。竹内です。この1ヶ月、恵比寿にある、東京寿司カレッジという寿司学校でお寿司の修行をしておりまして、今日は、最終日となります。撮影許可が下りましたので、最終日の授業の内容を皆さんにご覧いただきたいなと思っております。ということで、私のクラスメートおよび先生を紹介させてもらいます。はい、ザック。ザックです。Where are you from? From England. Okay. Sushi. Okay. Yeah. Do you have girlfriend? Yes. Okay. 日本とイタリアのハーフ。はい。こんにちは、佐々木です。昨年定年退職をしまして趣味で寿司カレッジに来ております。これからパーティーで握りたいと思います。最終日頑張ります。はい。トムです。1ヶ月間、楽しかったです。今後なんか仕事に活かせたらなと思ってます。もうちょっと説明してよ。Where are you from? 今オーストラリアに住んでます。で、1ヶ月ぐらい日本に帰ってきてて、仕事何してますか？仕事はパティシエしてます。パティシエ。はい。オーストラリアのどこでしょメルボルンですよ。はい。オーストラリアのメルボルン。なんかシャイだね。ちゃんとカメラ見た話。ということで、東京寿司カレッジ、責任者、先生です。はい、校長のバラです。よろしかったら皆さん来てください。よろしくお願いします。シニアの暇なおじさんおばさんはいいと思うんで、ぜひいらっしゃってください。いらっしゃってください。楽しみに。はい。ですね、今日の授業の内容についてちょっと説明いただきます。今日はですね、穴子をさばきまして、天ぷらと煮穴子、そして天ぷらロール、あとはナッキ巻きとか握りとかやってみようかと思います。はい。ちなみにこの1ヶ月間の授業なんですけど、どんな魚やりましたか？いろいろやりましたね。アジから始まって、タイだの、イナダ、ヒラメ、あと何やりました？イカ、赤貝やホッキ貝、貝類もやりましたね。エビもやりましたよね。エビもやって、あとはそうですね、サバコハダ、イワシ、あとは大きいサーモンなんかもやりましたね。はい。そんな感じでいろんな魚さばきます。1ヶ月の授業料はいくらでしょうか？ですね、今41万8000円です。はい。1ヶ月で。ということで皆さん暇とお金のある方は、ぜひご参加ください。非常に楽しい仲間と共に料理するのを、楽しめると思うんで、寿司店舗は経営できるようにはならないと思いますが、寿司は間違いなく握れるようになると思いますので。そうですね。はい。はい。じゃあこれから授業の内容を、取っていきたいと思います。はい。こういうメルチっていうのですね。で、背中が手前に、お腹が関西行くと逆なんですよ。京都、東京。で、この辺首のあたりに刺します。この穴のとこにぐさっと刺して。まず手で刺して。これはまだグラグラするから、包丁の柄を使って打ち込んでね。ヒレがあるから。入れるとこまずまっすぐ下の骨当たる。ここからね、包丁の角度が骨がね、三角穴持ってる。三角形こうなってるんですね。骨ってこう。だからこういう角度が骨が包丁にこういう角度で入れてるんです。そう。ヒレがあるんです。ヒレの上ね、こういう角度。こんな感じ。滑るからさ、こうニョロニョロして、しっかり上からギュッと押さえちゃっていいから左手でこの向きで包丁をこうイコイコして、イコイコイコ。刃の先はもう突き出てるでしょ。お腹の皮一枚残して開くからこうで、身のね真ん中ぐらいまで来ると今度骨がね平らになる。フラット。包丁をまな板に対して平らにして、ここから親指をね、ここにかける。人差し指は
この皮の上から刃先をちょっとつまんで、こうやって引いて、こっちの指3本は向こうに逃がしていて、こうやってると刃が抜けた時、こうザッと切る。指は向こうね。で、こんな感じ。クリ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 。ここから。滑る。からね。すみません。こんな感じ。で、パカンと開きます。ちょっと開きます。開いたら今度骨の真横、この白い骨、この横身とつながっているとこを包丁逆さまにして包丁入れていきます。骨の真横ね。スーッと入っていくラインがあるから。そしたら今度内臓を取ります。内臓取って、今度骨取ります。この背骨。骨だけでそぎ取る。包丁でね、身をギュッと押さえて。押さえながら、左手はね、骨上から押さえなきゃ。両方押さえながら、包丁をこう上下して、この骨だけ、骨だけ入れます。全部やるから、やろうか。そしたら今度、首切ります。首を通して、今度はこう血合いと内臓を嗅ぎ出します。ガリガリガリ。多少強くやっても大丈夫。血合い、内臓。そしたら今度は、背びれですね。ヒレがあるでしょ。尻尾から頭まであるから、ヒレを取ります。滑るからさ、塩の滑り止め。ヒレ取りますね。簡単に面だよ。自分でやるとできないんだよね。身を折りたたむでしょ、パターンで。折りたたんで、今度ね、尻びれがあるんですよ。尻がむずいんですよね。ここから、この辺まであるんですよ。切れちゃう。この先はもうないで。も少し肉切るような感じにしないと、ああいうふうにうまくいかない。背びれはね、こっちの方ね、肉は切らなくていけますね。これヒレだけね。これもさ、滑るから、滑り止めして塩で。ヒレだけ。OK。ちょっと、以上。ちなみに、この授業、アナゴ2回目です。ザックは欠席していました。もう一回やります。洗って、そしたら塩でもみましょう。塩もみ。塩もみですね。ぬめりと汚れともみ洗いで入れる。ね、そしたら洗います。よく洗いましょう。ね、あとはね、湯通しまでいきますね。刺身食べますか？食べれます。なんですか？やってみます。刺身も食べたいな。あと、これうまいよ。で、刺身食べたい。朝生きてたやつだもん、これ。小骨とかちょっと気になったりしないですか？そんなには。多少あるかもね、大きさ的に。本当はね、もうちょっとちっちゃいサイズが欲しかったんだけど、ちょっと大きいんだよね、これ。150g ぐらいあるの。こんぐらいになるとちょっとね、小骨が気になる。120g 以下だと、気にならなかった。5秒、5、6秒だね。5秒でいいね。
氷水入れて、これを、汚れをね、汚れを水流しながらでいいです。しかし、食べるまで大変ですね、これね。これがね、臭みとかね、腐敗の原因なんです。霜降りするとこれ取れるから、お湯通すとね。これ、寿司カレーやります佐々木さん。やるやるんだ。すごいな。すごいね。すごいな。でも、アナゴ売ってないし。アナゴ売ってん問題はの見たことないな。問題はすごい。豊洲で買うと。吉池売ってるの。売ってるかもしれないよ、シーケンならね。吉池なら何か。土壌ってます。アラゴ売ってたうん、売ってたよ、売ってた、売ってた。うん。うん。あ、アラゴね、首を、ここみたいに落として締めた形で売ってましたよ。売ってましたよ。で、スプーンでやったら、もう一回洗いましょうね。ジャブジャブと。あとはね、しかし、アラゴ、煮アラゴの工程はすごいですよね。まだ結構汚れ取れるんでしょ。スプーンでやってからもう一回、2、3回ジャブジャブ洗っていかなきゃ。OK。これで完成。で、さっき捨てた煮汁に煮ます、これを。20分。さ手を切らないように。じっくりが最後切ったショックである。見るとね、腐れていくあれ。それ怖くてそれ言われると。だからね、自分の方向いてるからってそれずっと。でも、魚の中でこれが一番難しいですね。ね。特殊ですからね。ね。来た。来た。おー、マイ。It's fine. 大丈夫。最後。継承。新書死なない。継承死ねやしない。継承。次かなりするぐらい。してきました。まあ、俺も2回切ったし。花咲かせるよとさ。温度違い。これで入れます。かわしたね。小麦粉をつけて、かわした。花咲かせますね。油少なかったからちょっとね。表面これも固まってきたら一回繰り返しましょうか。これ皮目ちょっと切れ目とか入れたらこうやって反らないんですか？まっすぐ。そうだ。あ、それはそうだ。どうしてもこう皮の方に沿ってきて。これは何でしょう。尻尾はローネスにしたっけ。をロールしましょう。この揚げ玉を作っておくね。すぐ塩をします。皮下で。
これから揚げたてを塩で食べます。どうですか。おで穴子の天ぷらはふわふわ。とろとろ。おいしい。ビール欲しい。ビール。裏巻き天ぷらロール。玉巻き天ぷらですね。今日またちょっとアレンジします。ご飯 100g ね。海苔のサイズは 16.5 センチかける 10.5 センチです。でね、穴子尻尾の大きかったら半分でも大きいかもしれないな。適当なサイズにして、今日のご飯より大きいんだけどね。半分で頑張るか。ちょっと大きいかもしれない。タオル濡らしておいて、結構濡れてないとご飯くっついちゃったでしょ。ある程度湿らしといて、100g。これ海苔全体にね、海苔全体にさ、上から下まで。全部均一平らでいいから、上から下。ご飯を下にして、タオルの上に乗せて、これを入れますね。天ぷら。何を入れちゃうんだ。多いね。平らない。これぐらいでちょうどいい。これでもいいかもしれない。これを手で巻いていきます。手前から。前回も何も入れなかったです。入れなかったです。入れなかった天ぷらロール。天ぷらロールは天ぷらだけ。はい。で、上からタオルして、で、巻きすね。形ちょっとないね。これでこれで終わりだったね。今日ちょっとアレンジです。アボカド。カリフォルニアロールにしよう。カリフォルニアの人がいるんで。カリフォルニア風。カリフォルニアロール。アボカド。半身にしよう。ちょうど良さそうなの買ってきたんですよ。触ってね。柔らかいですよ。ちょうどいいアボカドだよ、これ。柔らかくて。味はちょっといい音してる。この極力薄くスライスしてる。一人で半分使うんですか。はい。極力薄くね。そしたらこれをこの上に乗せていきます。そういうとこいいのか。おお、プロの技。これ乗せます。横伸ばしたある程度適当に押してあげれば伸びる。これをまた上からラップして昨日のサンモロールみたいな、上だけまた巻きすで締めるんですよ。あんま強くやるとアボカド潰れちゃいますよね。あんま強くやってもね、あんま緩くてもあ切るときにまた崩れちゃう。程よい。あんま強すぎると潰れちゃうね、多分ね。こんな感じかな。じゃあこれを切りますね。これラップごとね、外さないで。じゃあマヨ、シラチャ
スリラッチャもかけんの？もちろん。わかる。スリラッチャ好きです。わかる。イタリアこればっかりです。イタリア行く。コメントでイタリア人からうわ、すごいボールかける。クリックさん。それは刺してるんですか？刺して。何に見立てですか？それキャタピラあー。キャタピラー。キャタピラー。キャタピラーロール。なるほど。キャタピラーロールっていうのこれさ。そのアボカドがアボカドが乗って、青くして見えるキャタピラーに見立ててるんですよ。サーモンとかね。サーモンは使わねえな。でも美味しそう。なんか中身は何でもいいけど、周りがアボカドだと、カリフォルニア。カリフォルニアの。それちょっと違うね、カリフォルニア。それカリフォルニアじゃないな。で、これじゃあ作ってみよう。たまに入っちゃうか。よし。細巻きの作り方です。これきゅうりと、あんまり入れるとまたパンクし、結構みんな前回パンクしてたから、パンクしちゃいました。入れすぎるとパンクする。まあ適当に。通常は 75g ですが、ちょっと今回は中に入れるものが多いのでパンクしないように 65g でシャリを調整しております。これぐらいでちょうどいいでしょ。これにきゅうり。きゅうりもいつもより遅めだ。下5ミリ、これが1センチ。で、上に5ミリの壁をこれを巻きます。作って、 6トンですよ。得意の6等分。これ最後ですよ、もう。本当に最後が、最後の最後ですよ。で、これエッセンシャル。なんといってもこの6等分に切るのが非常に難しいです。これをまっすぐ90度垂直に切るのも難しいです。そうですね。これを立った時に果たして面が平行になっているか。プロの技。どうですか？どうでしょまあ、う。まあまあちょっと斜め。再テスト。再テストですね。 100点じゃねやめてくださいよ、面すご白いでいですすね。つるしければもうバレないからね。先生がわかるし。そんなこと言ってあなきゃ。えでした。細巻きが一番難しいです。じゃあこれ最後に細巻き6等分が一番技術1的に万円をか難しいです。けて。竹内さんも綺麗じゃないですか。玉木も見せてやってね。世界の師匠でも。最後の最後。最後それでここだったら真ん中にしてないです。さあ、最後の6等分。頼みますよ、も6等分が一番難しいです。う。佐々木さん、何本切頼みますよ。やめてください。何本切ったでしょうか。あ、真ん中に来てます。ワンショート。ああ、ショーターだ。ワンショーターだ。いつもの。いつも通り。ほんでもいつも通りだよ、もう。頼むよ、もう。先生、20日間ありがとうございました。最後の最後の握りになります。最後の握りはアナゴです。No pressure。僕はなんだっけ、背中皮目表がいいかな。皮目表に。はい。なんかいいね。インスタみたいな。皮目表に入れていきたいと思います。2種類あるそうです。
これランチです。ランチになりました。寿司学校1ヶ月最終日、最後の日になります。こっちはじゃあ、皮を裏目で、これは穴子が柔らかいんで、作ってあんまりプッシュしないでいきたいと思います。あ、大きい。いいんじゃないですか。つながります。つながります。つないでいきたい。いいんじゃないですか。そうです。まあこんな感じで、最後のランチです。お互いのアップで見せてください。この出来上がりを。ということで、こんな出来上がりになってます。今日のランチです。いいじゃないですか。最後のランチです。また後で卒業式をやります。Just walk your dog. I walk my dog on a golf course. It's not a very nice golf course. He tries to steal the golfer's ball. それでは東京寿司カレッジ1ヶ月今日で終了しましたが、佐々木さん感想お願いします。20日間みんなで頑張りました。思ったよりも握れるようになってとても楽しかったです。はい、本当にとてもいいお教室だと思います。ありがとうございました。シェイザーク感想。Feeling good. 感想。Yeah, that's all. That's my thoughts. I still like sushi. I don't want to eat it for a while. I'm a bit bored. Maybe some pizza. Then in a couple of weeks, come back to some sushi. Yeah, that's what we felt. Yeah. There we go. Okay. 1ヶ月間、楽しかったです。いろんな魚をおろせて楽しかったです。はい。それだけ？腕はどうなったの？だいぶ握れるようにもなったし、魚をおろせるのも多分上達したんで、本当に良かったです。寿司のレベルはどんなレベルでしょうか？握りのレベルは。なんだっけ、寿司三昧レベルにはなったんじゃないかな。ちょっと寿司三昧からクレームが出そうだけど。はい。はい。ということで、お待ちしてます。校長先生。はい。 1ヶ月ありがとうございました。いや、こちらこそ、ありがとうございました。まあ、ここにいる皆さんもそうなんですけど、素人って言っておかしいけど、まあ、ほぼ未経験の方多いんですよ。そんなプロフェッショナルの方が来るような、まあ、来るは来るんですけど、全体の1、2割なんで、まあ、趣味的な、気軽な気持ちで来ていただければ、世界中からいろんな方来られてるんで。何期の女の子でしたっけ？六本木で握ってる子。今の2つ前。僕らは11期です。ちなみに。9か8ですね。9か8でもう握ってデビューしてる子がいると。います。いや、いっぱいいます。いっぱいいるんだ。いっぱいいます。出前寿司っていうか、出張寿司か。出張寿司やってるね、女の子いっぱいいるんですよ、結構。はい。そのぐらいにはなると。十分なります。みんな、しっかりやってますんで。そうですか。はい。わかりました。はい。どうも本当に、1ヶ月お世話になりました。こちら楽しかった。ありがとうね。皆さん1ヶ月通ったわけですけど、楽しい日本の生活でした。この寿司スクール入ってどのぐらい腕前上がるかなと思ったんですけど、さすがにプロにはちょっとなれないんですが、寿司パーティーで握るぐらいにはもちろんなれるし、一番難しかったのは細巻きの6等分切りっていうのがすごく難しかったんですけど、とにかく寿司パーティーぐらいで握れるようになったし、暇とお金のある方はぜひ、特にシニアの皆さん、暇でしょうからぜひいらっしゃってください。寿司パーティーできるようになりますし、ちょっとかっこいいとこ見せられるんじゃないかと思います。ということで、希望の方は概要欄にですね、東京寿司カレッジの URL を入れておきますので、ぜひ、ご応募、小原校長の方に、連絡をお願いします。それじゃあ、さようなら。